this is Miyu. みんなやっほーみゆだよ。今日はあるトピックについてお話をしていこうと思うんですけれども、私の韓国での高校時代についてお話ししていこうかなと思います。今日なんでこのトピックにしたかっていうと、私の視聴者さんって結構私の韓国の高校時代の Vlog を見て知ってくださったりだとか登録してくださったりだとか今でも見てくださってる皆さんとかが結構いるんですね。その動画とかも今もすごい伸びていて、そこにも未だにコメントが来たりだとか、昔からそのコメントだったり DM だったりでその韓国の学校について聞かれることっていうのがたくさんあったので、その模範的な回答というか、これが絶対参考になるよっていうのは言い切れないんですけど、私の本当に個人の体験談として今回聞いていただければなと思います。その韓国の学生時代なんですけれども、私はもともとハワイに住んでいたんですね。でハワイに中学生の時代に住んでいて、その後高校生に韓国に初めて行ったんですけれども、その私が行ってた韓国の高校っていうのが普通の高校じゃなくてインターナショナルスクールだったの。だからインターっていうのは日本でも多分そうだと思うんだけど、日本語でとかその韓国語でそこの国の言語で習うというよりかは、英語だったりアメリカの大学だったりイギリスの大学だったりに向けて勉強する子たちの集まる場所っていう感じです。だから私の学校は韓国にもイギリス式とアメリカ式と他に多分あったのかはわからないんだけど、私が知ってる限りではアメリカ式イギリス式ってあったんだけど、私はイギリスじゃない私はアメリカ式の学校に行ってて、そのアメリカ式の学校に通うと例えば学校を卒業するとアメリカの高校を卒業したっていう体になるのね。だからアメリカの学歴がもらえるよっていうここに行ってました。でまず私がそこを選んだ理由は、普通にもともとハワイにいたっていうのもあるし、そこでも普通にアメリカの学校に通ってたから、このままアメリカの学校の学業として続けていくのが私に合ってるなっていうのと、私が英語で勉強するのに慣れてるっていうのと、韓国語を全く喋れないっていうのがあったのね。だから私はアメリカの学校に行ってたので、私ちょっとね話すことまで出てきたんだけど、メガネ外してる方がいい、メガネつけてる方がいい。今日裸眼なのだから何も見えないんだけど、このメガネは実は土入りのやつじゃなくて土なしのやつです。これも韓国の学校のその時のバーシティジャケット今日は着ました。で書いてきたんだけど、まず一つ目が言語の壁。私が韓国に行って一番最初に感じたのがやっぱり言語の壁で、私はその時韓国語を全く喋れなかったの。だから行った時に私が喋れた韓国語ってアニョハセヨねってみんなが知ってるそのぐらいのレベルしか話せなかったのね。でアニョハセヨとねが何かって言ったらこんにちはとはいなの。だから何か聞かれるたびにねねねねってずっと答えてたの。だからみんなからしたらこいつ何なんだみたいな、はいしか答えないじゃないかよって思えてたかもしれないけど、最初は本当にねとアニョハセヨしか知らなくて行ったのね。だけどそのハワイで行く前に本当に2時間ぐらいだけ勉強したのがその読み方だけ覚えていったら、韓国ギリ生きていけると思うので、旅行とか行く人も参考にしてみてください。旅行行く前に読み方、韓国の読み方結構簡単なのね。アルファベットみたいに組み合わせでできる文字みたいな感じなんだけど、じゃハングル結構簡単だから、旅行行く前に私勉強得意だよって人は覚えていってもいいかもしれない。結構多分それだけで楽になる、旅行が。ごめん話それた。で言語の壁を感じたんだけど、私がその時に行った時期がちょうどコロナの時期で、もともとそのコロナの時期になってから行こうって決心したわけじゃなくて、行った時がすでにコロナが始まってた時だったの。ちょうど始まったみたいな。だからその時2019年2020年とかかなに韓国に初めて行ったんだけど、その時私一人で行って、なぜかというとお母さんのビザが取れなくて、
お母さんのビザが取れなくて、私一人で韓国に一旦いたのね。で半年間コシウォンっていう本当にちっちゃな部屋、これは前の動画でも話したんだけど、ちっちゃな部屋で住んでて、そこで住んでたんだけど、コロナだったから、その学校に行く日と行かない日っていうのがあって、なんかあんまり覚えてないんだけど、多分私の学校は何だったかな、多分月火水行ってみた、違う、月水金行って火木行かないとかだったかな、それとも1週間ずつ変わったかもしれない、わかんない、忘れたんだけど、そんな感じで行く時と行かない時があって、それで私韓国語もできないから、インターに行ってても周りの子って結構韓国語喋るの。だから授業中以外で普段みんなが仲良く話してるとこには絶対みんな韓国語で喋ってて、うちの学校しかもちっちゃかったから、その結構なんだろう、中学から上がってくる子がほとんどで、そこが幼稚園、小学校、中学校、高校って全部一緒の学校だったから、中学校から上がってくる子っていうのが結構大人数いて、大人数っていうか大体で、そこに何人か私みたいなそういう転校生っていうか高校から入ってくる子がいたんだけど、それで私韓国語も喋れないし、もともと友達のグループみたいなのもいっぱいいるし、その馴染みづらかった。その毎日学校に行くわけでもなかったから、すごく馴染めなくて、最初本当に全然友達がいなかったの。ね、最初オンラインでやってる時に、その一つの授業で一緒になった日本人の女の子と少し仲良くなって、そこからその子と友達になってとかもあったんだけど、その後に学校に行った時に仲良くしてくれた、そのまた同じ、その子も高校から入ってきた子が私と基本的に仲良くなって、そこから私が韓国語を勉強するようになった感じですね。でそれがどうやって勉強したかっていうと、本当に私勉強っていうほど勉強してなくて、その B ちゃん A ちゃんって呼びます。で A ちゃんと私が仲良かったんだけど、その子は韓国人でアメリカから来たので、私は日本人で、アメリカから来たから、2人で普通に、その子も英語で喋る方が慣れてるみたいな感じだったから、英語で2人で会話してたんだけど、その A ちゃんがこの学校で2人組で一緒にいた子と仲良くなり始めたのね。でこの A ちゃんがこの2人と仲良くなり始めたから2人と仲良くなり始めたから、私もここにこうちょこっていて、こうだんだん4人で行動するようになったみたいな感じなんだけど、4人で行動するときにやっぱりこの3人は韓国語を喋るようになるわけで、私一人韓国語が全然分かんなかったから英語で喋ったり、でもできるだけ韓国語で喋ろうと努力はしてたんだけど、私はなんか基本その仲良くする過程でだんだん覚えていったって感じで、私はこうちゃんとした勉強みたいなのが苦手だから、韓国語の勉強っていうのはほぼしなかったです。だけど最初はやっぱりその言語の壁感じたよっていうお話でした。でインターの学校ってお金持ちが本当に多くて、これが多分日本のインターとかはちょっとよくわかんないんだけど、韓国のインターって本当にびっくりするぐらいお金持ちの子ばっかりなのね。これがどのぐらいお金持ちかっていうと、私の学校にはそこまではいなかったんだけど、インターがこうソウルの中でもいっぱいあって、そのソウルの中の何々校とか何々校とかあるんだけど、その学校とかにはやっぱ財閥の娘とか財閥の孫に、韓国で超でっかいその会社のひ孫とか、もうそのレベルのお金持ちが本当にいっぱいいて、それってどういうことかっていうと、本当にみんなわかる、韓国ドラマの世界なのっていうぐらいのお金持ちが本当にいっぱいいて、ね、やっぱりそのドラマとかでも見たらわかると思うんだけど、大体そういうお金持ち系の子たちってが行ってる学校って普通の学校というよりかは少しちょっとアップグレードされた学校みたいな感じなんだけど、そのアップグレードされた学校っていうのが大体インターだったのね、多分。
現実世界ではでやっぱりその人たちからしたら、お金持ちの家で生まれたら絶対息子たちとか娘をしっかりとした人っていうか、ちゃんとなんて言うんだろう、いい大学に行かせたいっていう目標があるから、絶対なんかアメリカの大学とかを目指されると思うの。だからそれでみんなインターに通ってたんだと思う。私の後輩とかも普通になんかめっちゃ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 でかいみたいな、韓国の3代ぐらいででかいんじゃないかみたいなところのなんか子孫のことを付き合ってたりとか、やばやばいのやばいの。私からしたら、私はそのアメリカに住んでて韓国に来たんだけど、アメリカに住んでる時まではまだまあ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 みたいな感じの暮らしをさせていただいてたんだけど、韓国に来てからはやっぱりそのお金をいっぱい使ってしまった、すでにお金をいっぱい使ってしまったっていうのもあるし、普通にうちの家がそこまでなんかめっちゃ裕福みたいなところではないのね。ある程度の暮らしはできるぐらいの家庭だったんだけど、そのやっぱり他の子と比べると全然なんか私は貧乏みたいな感じだったの。だから私からしたら本当に周りの子たちがありえなくて、学校にみんなブランド物のバッグで来るし、なんかその服とかもやっぱりお金持ちの子たちは見逃されてるのかなって思ったんだけど、その制服を大体着ないといけないのに、制服の上から私服でなんかパーカーとかなんだけど、それも本当にブランド物のパーカーとか、本当にお金持ちだったの周りが。でみんななんかフレンシップブレスレットって言って、その友情ブレスレットとかでもみんななんか4人ぐらいで、私たち友情ブレスレット合わせたんだよみたいな、それがティファニーのブレスレットだったりとか、あとなんか普通にプラダに行って彼氏とお揃いのなんか靴買ったよとか、もう本当にお金持ちで、私からしたら本当にありえないレベルのお金持ち。私からしたら普通にカフェに行って飲み物代を払うのすら躊躇する。韓国のカフェって本当に高いのねカフェに行って飲み物代を頼むのすら躊躇するレベルなのに、周りの子たちはそうやって普通にブランド物に囲まれた生活で、もうお金だって本当にじゃん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 使ってる感じの女の子たち、男の子たちだったから、もうね、私からしたらすごいハイクラスな人間たちの周りにいる私はどうしたらいいんだろうっていう、本当に本当にそんな感じでした。だからなんか韓国のドラマとかでもやっぱそういうお金持ちの学校に紛れ込んだ一般人みたいなドラマとか多分あると思うんだけど、本当にそんな感じ、そんな気分だった私は。私一人だけなんか似合ってないみたいな感じだったのね。韓国のインターは本当に相当お金持ちじゃないとちょっとメンタルきちゃうかもしれない。私もそれで結構病んだ時期はあった。私びっくりしたのが、その子たちのマインドには割り勘っていうマインドが多分ないの。だからそのご飯を食べに行った時とか、例えば4人でご飯食べに行くとするじゃん。普通に余裕で私が今日おごるよみたいな、その金どっから出てくんのって私は思いながら、って思いながら、私今おごられても私次はおごれないしみたいな、普通に割り勘、私が食べた分だけ私が払いたいって思ってたんだけど、私は常に。でその人たちのマインドにはそのお金を割るっていうまずその考えがなくて、で私もやっぱり周りに頑張って合わせなきゃとか思いながらだったから、普通に分かったありがとうみたいな感じで、次は私がおごるよとか言って、次私がおごった日にはお母さんにめっちゃ怒られました当たり前なんだけど。だからその自分の稼いだお金じゃないから、その価値もちょっとよくわからないと思うし、その感覚がやっぱり常人とは狂ってる感じの人たちがいっぱいいて、でもやっぱりそのお金持ちじゃない子を少しなんかなんかやっぱりお金持ちの子はやっぱりプライドが高いなっていうのがあった。でさっきも話したんだけど、そのお金持ちの子たちってみんな勉強一筋みたいな感じなのね。これってなんでかっていうと、ハイクラスのうちの子たちはその子供をとてもいい、なんて言うんだろう、教育環境に置きたいがる
と思うの。でそれってそのアメリカの IB リーグに行ったりだとか IB レベルじゃなくても UC 系の学校に行かしたりだとか、そういうのを目標にしてる家庭がとても多くて、それってでもこの子たちが多分生まれる前から決まってる運命なのね。だからこの子たちには選択肢がないので、私は昔からアメリカで育てたし、私は昔から本当に芸術的なものが好きだったから、音楽だったりダンスだったり演技だったり、あと普通にこの美術系のアートだったりとか、私は中学校でもミュージカルをやってたとくらい、本当にそういうパフォーマンス的なものも好きだし、こういうアート的なものも好きだし、私は結構芸術家体質だったの。だからその周りの子たちがそういう道っていうのをほぼ考えない子たちばっかりで、それがそもそも選択肢の中に入ってないというか、その子たちは自分たちで決めれることがほぼないんじゃないかっていうぐらい、自分たちの気持ちで動いているような、そういう感じではなくて、私から見た時にあの子たちはやっぱりその親が決めてるレール、医者になったり、理系の子は医者、文系の子は弁護士みたいな感じで、だいたいこの2つに分かれるんだけど、あの子たちは親が決めてるその絶対的なその2つの選択肢しかないみたいな感じだったの。でも私はやっぱり私のお母さんの育て方にとてもそこで感謝をしたのが、私はやっぱり勉強とかよりもそういう芸術的なことが好きだし、私はこれからもそれをしていきたいと思ってるし、もちろんそれが安定した職業ではないかもしれないけど、それでも私はやっぱりやりたいことに一生懸命情熱を注ぎたいタイプなのね。でやりたくないことにはあんまり頑張れないタイプなの。だからそういう私のお母さんのあんたがやりたいことを伸ばしなっていう教育精神は本当にありがたいです。ありがとうございます。 I love you 本当に私お母さんが大好きで、そういう面でも本当にお母さんに助けられた。やっぱりその学校にいたら周りの子たちが本当に勉強しか頭にないから、私が他のことを頑張ってる間みんなは勉強を頑張ってて、私も勉強も頑張ってるけど、やっぱりその子たちからしたら勉強一筋でやってる子たちにはやっぱり私はかなわないわけね、勉強の面でおいて。そういう時に周りからやっぱりバカにされたりだとか、あんたにはできないよって言われたりだとか、なんか勉強頑張ってないと思われたりとか、そういうバカなイメージみたいなのを与えられた時に私はすごい辛くて、なんか勉強だけが全てじゃないのにって思いながら、それは勉強できた方が賢いし人生もっとうまくいくかもしれないし偉いのかもしれないけど、勉強だけが人間の全てじゃないし、自分がやりたいことがあるならそれを頑張ってやればいいって私は思ってたんだけど、周りが本当に私みたいな子がほぼいなくて、本当にいなかったの。だから私は本当に一人で戦ってた気分だったのね。だからそういう時もお母さんにすごい助けられた。そのマインド的な部分で私がそれがすごい悲しいって言ってお母さんに、悔しいし悲しいしっていうのをお母さんに話してる時に、お母さんもそれやりたいことが違うんだからやりたいことを頑張ったらいいんだよっていう風に教えてくれたし、で周りからはやっぱりいい大学に入れないよってバカにされたりだとか、私はそもそもいい大学に入る目標を持ってはいなかったんだけど、その周りにつられるっていい大学に入らなきゃいけないんだっていうマインドになってしまって、その時にお母さんにみゆはでも普通にいい大学に入れるよって言ってくれたし、みゆはみゆですごいいっぱいタレント持ってるんだから才能あるから、その他のことを比べなくていいって言ってくれたので、本当に感謝感謝って感じですね。本当にそれで救われたし、みんなもだから今悩んでる子たち、その周りが勉強熱心な子たちばっかりで、自分がやりたいことがあるのに自分もなんか周りにバカにされたりだとか、自分のやりたいことを否定されたりって本当に辛いと思うんだけど、周りにそういう子がいたら教えてあげたいのが、自分のやりたいことがあるならそれを頑張ればいいと思う。私は結構諦めない派だから、
どんだけ人に否定されても結構常に前向きでいられると思うんだけど、それでもやっぱりメンタル弱いからこうってなってしまうのはあるのね。でやっぱりこれってみんなそうだと思うの。だからみんなそういう悩んでる子たちがいたら本当に応援してあげたいし、もうコメントでも DM でも、 DM は返せないかもしれないんだけど、コメントとかでもお話ししてくれたら本当に私も誠心誠意答えるので、みんな頑張ってみんな本当に頑張ろう。その韓国のインターで私が経験した中で、ちょっとやっぱりインターだなって思ったの、アメリカっぽいなって思ったのが、そのお酒を飲んだりタバコを吸ったりっていう子がいっぱいいました。でこれが私の学年は基本ちょっとなんか静かでちょっと不思議な子、なんかオタクっぽい子、私も普通にそのうちの一人なんだけど、みんなやっぱりこう静かなイメージだったの。学校の先生からも君たちの学年は異常レベルで静かでとてもやりやすいって言われてたの。上の学年と下の学年が本当になんかわーいわーイイェイイェイヨーヨーみたいな感じだったから、うちの学年だけなんか本当にもう喋らない、本当にみたいな感じの静かな人たちだったのね。だから私はその中では明るい方だったんだけど、でも本当に静かな人が多くて、私が多分上の学年とか下に学年に行ったらもう生きていけなかったっていうぐらい結構内向的な人がいっぱい集まった学年だったのね。なんだけど上の学年とか下の学年とかは本当にヨーヨーみたいな感じでみんなパーティーとかそういう、これもインターだからってだけじゃないと思うの。お金持ちっていうのもあると思うんだけど、みんななんかパーティーしてお酒飲んでタバコ吸ってってしてて、これって多分お金ある人、お金に余裕がある人って多分そういう手段、多分それをゲットする手段普通の未成年じゃ買えないじゃん。だけどそういう人たちは多分簡単に入手できてしまうと思うの。それが私には全くわからないし、どうやってその子たちがどうしてるのかもわからないし、なんでそんなになんかタバコ吸ったりとか未成年飲酒がかっこいいと思ってなんかそこをやってるのかわからないんだけど、まあそういう人たちが結構いた。だから私みたいに正統派学生私みたいに優等生ちゃんとした人は少し難しかったかもしれない、上か下の学年。でもこれも多分運だと思う、運だとは思うんだけど、でも多分私の学年がラッキーっていうのもあったと思う。なんだけどdrinking smoking、 お酒とタバコが本当にひどくて、私一回ね香水を学校に、うちの学校何してもいいのね。髪染めても化粧しても香水つけてもメイクしても爪しても何でもいい学校なんだけど、普通に香水を毎日つけていく香水を振っていったんだけど、なんかその後輩の男の子にヌナっていうのね、韓国語でお姉さんっていうの、ヌナも電子タバコ吸ってるのみたいな、 You vape too? って言ったの。私がってなって、なんでって言ったら、その特有の甘い匂いがするって言われて、私からしたらもう放心状態というか本当にショック。私は普通にいい香りと思ってディオールのヘアミストを振っていったのに、タバコの匂い、そんなのに勘違いされるのって思うぐらい周りでタバコを吸うっていうのが当たり前だったの。本当に辛かった。その時本当にその後ちょっとトラウマでつけていけなかったもん、香水なんかもう本当にそういうのもあるし、なんかみんななんかタバコもすごいいっぱい吸うし、お酒も常に飲むし、なんかそれをかっこいいと思ってストーリーとかに上げてるのも私には理解できないかったね。で、私最近すごい話を聞いたんだけど、うちの学校のお金持ちの子たちが、うちの学校じゃないかも、違う学校かもしれないんだけどの子が、ちょっと待って、前髪が、私が最近聞いた話なんだけど、これ多分その子たちが見てないからお話しするんだけど、
あのー本当に合ってるかどうかわかんない友達づてに聞いたんだけど、こういうこともあるよっていうのを言うと、普通にそのあの試験、本当にビッグな試験、アメリカの大学に行くためのね、ビッグな試験の答えの用紙を普通に買って、それを事前に覚えていって解いてるって子がいっぱいいるらしいのね。それもやっぱり私、そういうのもその学校で感じたのは、お金持ちの子たちだけすっごいひいきされてそうだなって思ったのもあるし、私には本当に先生たちがすごくきつかったの、私的にはね。わかんない、本当は先生たちは平等に接してただけで私がきつく感じたのかもしれないけど、私は本当にすっごく先生たち、この学校に行って先生たちに本当にメンタルをやられたの。私多分最悪の先生たちしか集まってないんじゃないかっていうぐらい本当に辛くて、私何回も本当に毎授業先生たちから言われる言葉に泣いたのね。でなのにやっぱりお金持ちの子供とかには先生もすごく愛想よく、とてもなんかこうケアしてあげて、もうそれとかも本当になんかすごいなんか不平等だなって感じてしまうしかなかった、私には。不平等なんじゃないのかもしれないんだけど、わかんない、ただ単に先生に私が嫌われてるだけかもしれない。なぜかわかんないよ。日本人だからかもしれないし、お金がないからかもしれないし、勉強ができないからかもしれないし、まあなんでかはわからないけど、すごい嫌われてる感あったのね。そう、それでなんかそのお金持ちの子たちっていうだけでやっぱりこうなんかひいきされてそうだなっていうのはすごくあった、私の中では。でやっぱりお金持ちの子たちはそういう風に試験をチートしたりだとか、大学入試にいるためのものをやっぱりチートで入手したりとか、そういう手段がいっぱいあるの。お金って本当にすごいの。お金って本当にすごくて、やっぱり私たちが思ってる以上にすごくて、なんでその名門大にお金持ちばっか受かってんのか、そこに通える人たちがお金持ちっていうのもあるけど、やっぱりそのお金でできる力っていうのがやっぱりね、すごいなって思う。でももちろん普通にね、正式入学されてる方もいっぱいいると思うので、全然心配しないでほしいんだけど、私はそれでなんか名門にお金の力を使って入っていく人を結構いっぱい見たから、やっぱなんかそこでちょっと格差を感じてしまった、社会のっていうのはあった。でいじめ、これね結構本当にいっぱい質問来てて、韓国の学校って韓国ドラマみたいにいじめひどいんですか？気になるよね。実はこれ私も気になります。うちの学校はやっぱインターだからかもしれないし、よくわかんないけど、なんかいじめって言えるほどのいじめはなかったと思う。なんかこうひどい過度ないじりだったりとかはあったりしたんだけど、まあそれもちょっとわかんないけど、はぶられたりとかはあったかもしれないね。でもいじめっていうほどのいじめはなかったと思う。なんかみんなが多分思ってるような韓国の水バケツでドカーンってかけたりだとか、あのダグローリーのこのアイロンで手焼いたりとか、そういうのはなくて、その普通の学校ではちょっとよくわからないし、他のインターだったらもしかしたらもっとひどいのがあるのかもしれないんだけど、うちの学校の基本的にいじめと感じやすいものって思ったのは、そのなんだろう、学校が本当に小さかったのね。うちの学校って本当に多分めっちゃ韓国のインターの中で本当に最小レベルみたいな感じで、授業っていうか私の学年だけでも23人とかかな。学校全体キンダーからハイスクール全員合わせて300、200人ぐらいだったと思うの。っていうぐらい本当に少なくて、人数がそのぐらい人数が少ない分、コミュニティもやっぱ少ないわけね。属せるコミュニティっていうのが。でそれって本当に危ないことなの。これって
グループが属せるグループが少ないっていうのは本当に危険なことで、なんでかっていうと、一回一つのグループからはぶれてしまうとするじゃん。そしたらもうどこにも入れないっていうか、例えば一つのグループからはぶれてしまってもその事実を全員が知ってるわけだし、うちの学校ハイスクールだけでも本当に100人もいないぐらい少なかったから、そうなると上から下まで全員が知り合いなのね。全員が知ってる顔だし、全員が名前を知ってるし、お互いの顔も知ってるみたいな感じなのね。これこうなったら一回悪目立ちしたりだとか、一回何かで目立ってしまったりとかすると、全員の目と耳に入ってるし、全員が全てのことを知ってるの。だけど例えば友達にちょこっと話したことでも全部漏れるのね。これって多分大きい学校には少ないと思うの。なんでかっていうと、例えば一人が友達の子に話して、友達が一人に言ったとしても、それがこう広まる速度が小さいわけじゃん。遅いわけじゃん。だけどうちの学校とかだったら、もうその事実が発覚した時点でボッって広まる。だからやばい学校だった。で、私が学校の行ってた後半らへんは本当に生徒会長を目指してたの。12年生っていうその高3の年に私は絶対生徒会長になってやるんだと思って、これはでもみんな周りの子はやっぱり大学入試のために書きたいから、その応募用紙に自分が生徒会長だったっていうことを書きたいからみんな応募するんだけど、私に関しては普通にその結構序盤、高校の1年生ぐらいからずっと生徒会長にずっと生徒会にいたから、ずっとその生徒会長の仕事に興味があって、そういう私はこうリーダーシップを発揮するものが好きなのね。私はそういう管理とかマネジメントとかも好きだし、そういうのをやってみたいんだぜ。私は絶対これうまくできるぜって思ったし、その時本当にこの学校が本当に好きだったの。これも意味わかんないぐらい今じゃ本当に大嫌いなんだけど、この学校本当に大好きだったのね、その頃は。で、私がこの学校を本当にもっとみんな楽しくさせてやるんだって。もう私って結構人懐っこい性格だから、もうみんなが大好きになってしまうの。一回仲良くなったら、一回話しただけでもう大好きってなってしまって、もう絶対みんなを幸せにするんだみたいな気持ちで生徒会長になりたいってずっと思ってたのね。で、やっぱりそのためにはやっぱみんなからの票をもらわないといけないわけじゃん。これって生徒会って2つのことで決まると思うの。多分みんなの票って1つ目、イメージ。この人がどれだけ引っ張っていけるかなっていうみんなのイメージ。この人はどんな人だっていうイメージが1つ目で、2つ目はどれだけ人と仲がいいか、どれだけいろんな人と仲がいいかで、どれだけその媚びを売ってるかじゃないけど、なんだろう、仲良くしているか、親密度が高いかだと思うの。で、うちの学校って小さい学校だったじゃん。だから結構みんながみんな仲いいかったから、私はやばいと思って、私は結構途中から入ってきたし、全員と仲いいわけじゃないから、これから仲良くなっていかなきゃと思って、本当にいろんなことをしたの。これ、私目標のために本当に頑張れる人なんだけど、何をしたかっていうとうちの学校ってシーズンごとにスポーツが分かれてたのね。で、そのスポーツの行事に全部参加しました。どういうことかっていうと、バレー、バスケ、サッカーだったのね。そしたら私はバレーの時には最初選手として入ろうかなって思ったんだけど、選手としての素質がなさすぎてダメだと思って、マネージャーとして入りました。マネージャーをしました。これ本当にしんどくて、マネージャーってみんなの球拾い係なのね。一生球拾ってた。一生球拾ってたし、みんなにこき使われて、なんか水入れてきて荷物どけてみたいな。それで私ともう一人マネージャーの親しいお兄さんがいたんだけど、そのおっぱがめっちゃね、一回喧嘩したことがあって、そのバレー部のこと、俺らはこき使いじゃねえぞっつって、自分でやることは自分でやれっつってめっちゃ怒ったことがあったんだけど、まあ、私はすごいメンバーが好きだったからみんな助けになりたいと思って、マネージャー本当に頑張ってて、そのおっぱも私もうちらめっちゃ超優秀マネージャーだねっていうぐらい、うちらめっちゃマネージャー頑張ってました。で、次バスケは今回選手として
して参加しました。バスケは私本当に選手としてのなんか素質はなかったかもしれないんだけど、人数がまず少なかったの、バスケ部の。だから入らなきゃと思ってバスケに選手として入りました。でしかも私バスケ好きだったしね、昔バスケちょっとしたことがあったの。でサッカーはその年の私サッカーシーズンの前に学校を辞めてしまったんだけど、その前の年はサッカーに参加してて部活動をやってました。ということで私は全シーズン参加したことがあるんですね。っていうのとか、学校でのスピーチクラブっていうかスピーチ大会、スピーチメンバーっていうのもあって、それも選ばれた人しか入れないクラブだったり、多分選ばれた人しか入れなかったと思うんだけど、そこでも私が行ったりとか、スピーチ大会でスピーチを披露するっていうあれなんだけど、それでスピーチ大会に行ったりだとか、あとはその部活を私が一から作りました。これも結構いろんな人数いっぱい集めて、本当に20人ぐらいいるクラブを作りましたね。とか、あともちろんその生徒会に入ってました。あとその NHS っていうなんかナショナルオーナーソサエティって言って、そのボランティアクラブみたいな、ボランティア活動をする、人の助けになる活動をする、世界の助けになる活動をする、そういうアメリカでは結構共通の、学校とかで全学校で共通のそういうクラブというかそういう組織があるんだけど、そこにも入ってて、そこでもそのボランティア活動のことをいっぱいやってました。っていうので私本当に忙しい日々だったのね。でこれにプラス私は10年生の時にダンスに行ってたのね、ずっと。皆さんご存知かもしれないワンミリオンっていうとこにメインで行って、他の教室にもいっぱい行ってたんだけど、ワンミリオンに本当に入り浸ってるぐらいずっとワンミリオンにいて、私どういう生活をしてたかっていうと、朝6時に学校のバスが来ます。でバスに乗ります。でバスで学校に行きます。学校終わります。で5時半とかかなに家に着いて、6時ぐらいの授業に走ってダーって行きます。で6時から授業で私が3個ぐらい連続でダンスを取ってたの、いつも。授業をね、これ90分授業を3個だよ。だから何分だ、計算もできないアホだ。270分授業をして帰ってきます。これも間にちょっとあれがあるから、家に帰ってきた時には11時ぐらいなの、すでに10時半11時ぐらいで、11時ぐらいから12時までに終わらせなきゃいけない宿題が毎日山ほどあるので、それをダーって一生懸命12時までに終わらせます。でうちの学校インターって普通の学校とは違って、中間テストとか期末テストみたいな感じのはなくて、その間にめっちゃビッグなテストはあるんだけど、そういう感じの名目のテストはなくて、うちの学校って基本毎週1科目テストが出てたの。これってどういうことかっていうと、うちの学校は科目が私は7個8個ぐらい取ってたのね。そしたらこれ全部の科目に1週間1個テストあるのね。だから絶対1日に1個もしくはそれ以上のテストがあるの。だからそういう日々を送ってたから、朝のまた5時ぐらいまで勉強漬け、ずっとテスト勉強漬けで、そっから本当に準備して学校にまた行くみたいな感じだった。だから私の寝れる時間って学校に行くまでのバスの時間と電車とバスの時間、あとは本当にもう深夜のこうモンスター飲みながら頑張ってて、で学校に着いて本当に気持ち悪いの。寝てもないのに、お腹も何も食べてないから、寝てもないし食べてないから、私車酔いしやすくて、学校に着いた瞬間、バスから降りた瞬間いつもうずくまってはぁはぁはぁって本当に気持ち悪くて、なんだけど学校の朝のテストとかをもうモンスターをいっぱい飲んでカフェイン摂取しすぎて手とかもう震えながらこうやって解いてたのね。でも本当にそういう環境でいて、私すっごい一生懸命生きてたの。でこれをやっぱり周りの子たちはやっぱり分からない、やっぱり自分以外分からない、それは当たり前だと思うんだけど、だからといって他の人をけなしていいわけじゃないと思うの。だけどみんなやっぱりプライドが高いから、そういうの本当にけなしやすくて、例えば私が一つの試験で良くない点を取りました。だけど私はそれを他の試験をいい点を取ってとか、他のプロジェクトでいい点を取って成績を高めるとか、そういう感じで、私は基本常にそこまで悪くなかったの。いつも A とか A マイナスもしくは B プラスとかだったのね、成績が。だけどなんか常に
平均点ぐらいの子と平均点ぐらいを取ってる子たちとかは、私が一つのテストをなんか下手くそにしただけでめっちゃバカにしてくるの。これでどういうことかっていうと、あの子たちの全体成績とかは C プラスとか B マイナスとかなのね。これなのに私は A マイナスとかの私をみんなバカにしてくるの。私の成績はもちろん公開はしてないから、それを私が普段頑張ってないと思ってバカにしてくるのね。それに対して私すごいもう常に怒りを覚えてた。何なんだって。悔しすぎるし、私が例えばみんなほど勉強例えば頑張ってないよ。だけど私が他のことを頑張ってます。ダンスもそうだし、生徒会になるための努力もそうだし、生徒会でのとかその中でのクラブとかの中での努力もそうだし、普段私がやりたい、例えば YouTube もしてたし、もういろんなことを頑張ってたわけ、その時も。でそういうこと、普段私がやりたいことでの勉強も頑張ってたし、そういう面で考えたら私が本当に一生懸命頑張ってるのにそれを理解してくれる人って本当に一人もいなかったの。だから周りは私がただのバカだと思ってた。でそれが本当に悔しかって辛かったしこれはね本当に、だから私は本当にイメージの、そのさっき言った生徒会でのイメージの分においては、他のみんなが例えばこの辺だとしたら私はこの辺にいたのね。こうやって人間性が悪いっていうわけではないの。私みんなから結構愛されキャラだったと思うのね。愛嬌が多い方だったから、そのみんなからは普通に好かれてたんだけど、この勉強面でおいてって感じだった。みんな私が勉強できないと思って、勉強できないやつは生徒が引っ張れるわけないじゃんみたいな感じで、私はそれがあったし、だから私は人一倍みんなとの距離を縮めようと思って、人一倍いろんな人と関わっていこうと思って、いろんなコミュニティに属して私は頑張ってたんだけど、これってどういうことかっていうと、いろんな人と仲良くなったっていうのはいろんな人から裏切られる可能性というかがあるので、私は今でも昔から思ってるのは、そのたくさんの友達ではなくて、信じれる友達本当に何人かと長く付き合っていくのが重要だと思ってるのね。なんだけどやっぱりその時は私も切実にこう頑張っていきたい時期だったから、その人間関係とかもいろんなこと仲良くしてたの。こうなってくると私って本当に一人一人に情をすごく入れてしまうタイプなのね。 INFP の特徴、皆さん調べてみてくださいINFP って本当に一人一人優しくされた、例えば1優しくされたら100で返してあげたいっていうぐらいの人だったの。だからいつも私誕生日とかも、私だけみんなに誕生日プレゼントいっぱいあげて、私の誕生日の時には何も返ってこないの。 INFP の特徴なのかもわかんないんだけど、私の特徴としては、私って一回なんか人と悪い印象、その人から辛い事件とか、その人から私が嫌なことをされてしまうと、すぐにちょっと自分から身を引いてしまうのね。これ良くないかもしれないんだけど、でも私的には自分を守る方法だと思ってるし、私はこれで満足してる。たとえ友達が今いなくても、たとえ今友達が本当にいなくても、やっぱりそういう自分を辛い環境に置く人たちと一緒にいるよりかは一人の方が断然マシだなって思ってるし、そうなの。だから結局何があったかって言ったら、私はすごいある事件があって、その事件の後に私はすごいいろんな人から裏切りを感じたのね。でもこれって明日愛菜ちゃんの言ってた名言のように、やっぱり私がその期待しすぎてしまっていたというか、私が愛情を注ぎすぎてしまっていた話であって、その人たちからしたらもともとその人たちはそういう性格なだけかもしれないのに、私はただ単にその人たちに、私がこんだけ頑張った、私がこんだけ好きだからっていう期待があったのかもしれない。芦田愛菜ちゃんの名言なんだっけ、あのみんな芦田愛菜ちゃんの名言、日本人で知らない人はいないかもしれないけど、外人の方々ぜひ調べて見てみてください。そのね、それ本当にあると思ったし、だから私も別に諦めれた。普通に私がただ性格が合わないんだなって思ったし、私は本当に嫌な出来事があるとその人と一緒にいるたびにそれがずっ
と頭に思い浮かんでしまうというか、この人はまたこうしてしまうのかなとか、こういう風に私を良くない感じにしてしまうのかなみたいなので、私は一度なんか裏切りというか、その失望を感じてしまうと、もうこれ以上一緒にいられないっていう性格だったから、その一つのイベント、これまた今度話すね。これ話したら本当に長くなるから、これぜひ聞きたい人はまた教えて、また話します。なんだけど、これスポしとく。一つだけスポイラーとしては、何の話かっていうと、友情のお別れと、浮気と、友達、友情の離れ離れと、失望裏切りって感じが、みんな気になる人は結構ちょっと今度またお話ししますけども、まあそんな感じで、私はそれの事件があってから、もうそれって全員に伝わっていくのね。それでダーンって、私が悪いことしたわけじゃないの、これ本当に今度言わせてほしいんだけど私は逆に悪いことをされた側なんだけど、それに対して私は本当に裏切りを、その人だけじゃなくて周りの人にも感じて、周りの人からも、周りの人も離れていって、そこからなんかこうみんなとの距離が離れていってしまった。でそこで私は学校の先生たちにもなんか意味わからないぐらい責められたし、っていうのもあって、私はなんかその時のバーンアウト、今まで頑張ってたことがなんでこんなに頑張ってたんだろうとか思いながら、ダンって気持ちが下がって、本当にどん底っていう表現で伝わるかわかんないんだけど、本当に良くない話だからあんまりしたくないんだけど、一回どん底にドンっていって、本当にどん底に行った時に、私は学校を辞めました。これは逃げって思うかもしれないけど、私も逃げだと思う。だけど別に逃げるのって悪いことじゃないと思うのね。みんなに言いたい。私が逃げた側が言ってても、もしかしたら説得力ないかもしれないけど、今しんどい環境から逃げることって悪くないと思う。なんでかっていうと、この世には5万と選択肢があるわけで、この世にはいろんなキャリア、いろんなパスウェイ、いろんな道があって、いろんな環境、いろんなコミュニティがあるの。でこれって一つ悪いコミュニティにずっと自分がいて、自分がそのコミュニティに染まっていったりだとか、そのせいで自分を貪られていく気持ちになるなら、逃げたって構わないと思うし、逃げてもっといい環境に行って自分を落ち着かせて、もう一回例えば挑戦するだったりとか、それも悪くないと思うのね。だから私はそれが悪かったことだとは思わないし、今も高校は別に卒業したいから、普通に、今は本当にお金がなくて金銭的な問題で高校にはオンラインで塾を今できてないんだけど、これも家庭の金銭的な問題があるんだけど、高校に行けてないんだけど、私もだから一生懸命バイトして、バイトいっぱい面接行って、で受かって、来月からバイトなんだけど、バイトいっぱい頑張って、いっぱいお金稼いで自分で学校に行けるようになって、高校卒業したいと思ってるし、できることなら大学も行きたいと思ってるし、貯金も頑張ろうと思ってるし、それぐらい努力をできるぐらいまで復活したのって、やっぱり休息があったからだと思うのね。休むことって悪いことじゃないと思うし、人とのペースが違っても自分と比べることが大事で、自分がそのどん底にいた時から今私がこれぐらいマシになったことが、私は本当に自分がとても偉いと思うし、自分の成し遂げた成果が本当に誇らしいの。だからみんなも本当にしんどくても、周りに何を言われても、何を言われようが、あんたたちはあんたたちの人生生きてたらいいんだから、私の人生は気にしないでよっていうメンタルで言ったらいいと思う。自分が周りの人と比べてしまうこともあると思うかもしれないけど、周りがいくらどんだけその人たちの道で進んでいたかって、自分とは結局道が違うんだから、自分の人生ではないわけじゃん。だから自分のやり方で、自分のペースで、ゆっくりだったりでも早くだったりでも、別に早いから偉いっていうわけじゃないと思うし、ゆっくりでも着々と進んでゴールに近づく亀の人種の人たちもいるわけ。私も亀なの。だからウサギと亀あるじゃん童話のね。
ウサギがぴょん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 って言って休んで、でその間に亀はずっとゆっくり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 ちょっとずつでも進み続けて、亀が先にゴールに着いた話なんだけど、これってやっぱりその休むことも悪くないと思うし、ゆっくり進むことだって私は悪くないと思うのね。早く進んでいるからって、早くとかその普通通りに、みんな多分普通っていう表現をこの世でいっぱいすると思うんだけど、私普通っていう言葉が好きじゃなくて、一人一人個人で違うのに普通っていうのは一体何なんだっていう話じゃん。普通っていうのも私は好きじゃないんだけど、その周りの人っていう表現の方が合ってると思う。自分の置かれてる環境で周りの人との進みの差だったりとか、速さの差、ペースの差とかで気を病むことはないと思うし、周りの人の成功を見て気を病むことはないと思う。そのゆっくりでも努力をし続けたら着実に進んでいく結果だから、もし今頑張れないなら少し休んでもう一回スタートしてもいいし、今少しずつでも頑張れるなら少しずつやってもいいし、気を病まないでみんな頑張ろうっていう話。私も少しずつだけど前に進んでます。私は自分と自分を比べてるから、過去の自分と今の自分を比べると、私は今の自分がとても誇らしくて頑張ってるし、すごい偉いと思ってるから、みんなもそういう人がいたらみんな頑張ろうって話ね。結構長くなってしまった。なんか今回こういうお話ししてみるコンテンツを撮ってみたくてしたんだけど、私結構お話しするの下手くそというか、一つの言語で長くお話しするのが多分下手くそなのね。いつも3カ国語か2カ国語でこの混ざり混ざりでお話をしているから、日本語だけで話すっていうのを今回してみたんだけど、これすごいちょっと難しかった。なんだけど私が話してるの聞きづらくないように頑張って編集する。聞きづらかったらごめんなさい。聞きづらくないように頑張って編集するし、これからも私結構こういう考えるとか想像することってすごい好きで、やっぱりそういうなんか私のマインドで伝えてきたらいいなっていうのがいっぱいあるし、本当に私の経験談とか私の助言とかもいっぱいしたいことがあるので、これからもいっぱいこういうお話ししていくコンテンツを撮ろうと思ってます。でこのお話しするコンテンツは YouTube だけでなくて Spotify のポッドキャストを今回解説して、そちらにも投稿したいなと思ってるので、もし Spotify があってその画面を見ずにバックグラウンド再生で聞きたいと言ったりとか、お皿洗いしながら何も見えないけど普通に聞きたいっていう方でも、その Spotify のポッドキャストでの配信の方が聞きやすいよって人はそっちから聞いてくれても全然大丈夫だし、今まで通りこの YouTube っていう形態で私のお顔を見ながら聞きたいよっていう人もいれば、ぜひこっちも見てくれたら嬉しいしっていう感じでこれからやっていきたいと思います。でそのお題というかトピック、そのお話しするトピックは私が結構普段から考えてる、普段いきなりこんなの話したいな、このトピック話したいなっていうのをどんどん友達とね通話するぐらいの感じでテンションで話していけたらなと思ってるんだけど、みんなも話したいことがあったらもちろん私に言ってほしいし、そのコメントとかで来たお題とかもどんどん話していきたいと思うので、みんなコメントとか普通に DM でもいいし、何でもなんかこういうことについて話してほしいですとかいうのあったら全然どんどんじゃんじゃん送ってほしい。長い間聞いてくれてありがとうございました。また今度会いましょう。バイバーイ。ありがとう。